ちは。 IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。今回は IKEA の隠れた名品17選を紹介します。ちょっと地味なので話題にしてこなかったんですけども、すっごく愛用しているものばかりです。でインスタグラムの方でアンケートを取りまして、皆様からのこれ名品ですよっていうものを私も購入してきましたので紹介していきます。今回このアンケートがですね、過去一反響がありまして、たくさんのご回答いただきました。ありがとうございます。 IKEA でしか買えない名品だなと思うものを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずはこちら、パンチングタイプのザルを紹介します。このようにメッシュではなくてパンチングで穴が開いたザルのことです。結構前に買ってたんですけど、これほんと使ってみるとよくって紹介させてください。 IKEA にはいろんな種類のザルが売っていますけども、私のおすすめはこのパンチングのザルでございます。この999円のものです。結構こういうメッシュタイプってここに詰まったりしません？で結構デコボコしてるから洗いにくかったりするじゃないですか。ちょっとそれがね、その衛生面で気になってて、このパンチングのザルに変えてみたところすごい良かったんですよね。まずね、この3本足がついてまして、足っていうかこうね、凹凸がついてて安定します。すごく足がついてるのでシンクにそのまま置くことができます。でそこもこのようにとつらせてあって、強度がとてもあります。これは今ひじきを似ています。他社製にもパンチングのザルってあるんですけども、 IKEA のは取っ手がついてるのがとてもいいんですよ。水切りの時非常にスムーズです。ひじきはね、絶対こう目に詰まるじゃないですか。ところがこのパンチングのザルだとこうさーっとね、ちょっと2本ほどぶっ刺さってるのありますけど、さーっと手でねこするだけで取れるっていうのが非常にいいです。手に引っかかりとかも全然ないです。でもちろんこの後食洗機に入れることも可能です。これだけしっかりしていてとってもついたもので、このお値段ではなかなかね他社では買えないと思います。続きましてはアンケートでご回答いただきましたポテトピーラーです。縦型ピーラーっていうんですかね。この回答をシェアしたところ、もう私もこれめちゃくちゃ愛用してますっていうお声をたくさんいただきまして、買ってみました。私こちらも以前購入してまして使っています。こちらも食洗機対応でこのお値段なのでとってもおすすめです。でポテトピーラーに行く前に、今回同じシリーズ名のこちらのガーリックプレスも3名の方からご紹介いただきました。洗いやすくってパワフルで耐久性もあるということでした。ガーリックプレスは IKEA 他にもあるんですけども、おすすめの声が多かったのはこちらの方でした。ぜひ画面スクショしておいてください。はい、では縦型ピーラーです。こちらも食洗機 OK とのことです。でこちらの普通の T 字っていうんですか、ピーラーはこう親指を結構切りそうになるっていうか、一回爪をそのままサクッといったことがありまして、こう手前にね引くことが多いと思うんですよね。なのでちょっと怖いなと思うことがありました。ただこの縦型ピーラーですと、これがですね包丁のようにこう右手の親指をこう添えて剥くことができるっていうのが特徴です。ちょっと最初あまりにも切れ味がよくって恐る恐るやってたんですけども、慣れたらもうちょっとスムーズにできるんじゃないかなっていうふうに思います。でこの先端の部分で目をこうくるっと取ることもできます。結構他社だともっとね1000円以上するような縦型ピーラーがこの値段で買えるのはとてもいいなと思います。あとリンゴもちょっとやってみましたけども、あとそうですね、収納場所も取らないのがとてもいいなと思いました。もっと難しいのかなと思ったんですけども、思ったより扱いやすかったです。今回隠れた名品っていう題目だったんですけども、キッチンアイテム、キッチンの小物類が本当多かったですね。確かに IKEA のキッチンアイテムすごい種類ありますもんね。こちらの馬型のスポンジも回答いただきました。手が小さくても持ちやすいということでした。またね立てておくこともできる、デザインが可愛いというコメントをいただきました。私結構これ大きいかなと思ってたんですけど、確かにこの胴のところをつかめば持ちやすいのかもしれないですね。で続きましてはソレダ・オブ・ザ・イヤーなんですけど、そのアンケートで回答もらって私自身思い出したみたいなアイテムでして、そうめっちゃ使ってるけどそういえばこれ IKEA やったっていう、こちらなんですよ。こちらのフライ返しなんですよね。でいくつかこの種類がある中で、私の推しはこちらのタイプでして、これです。もう 3,4 年使ってると思うんですけど、
しかもほぼ毎日使ってるんですよ。でこれ何がいいかと申しますと、とても頑丈であることと、もちろんねフライ返しみたいにして使えるんですけど、それだけじゃなくって、こういうねおでんみたいな、これロールキャベツですけど、お酢食うのにももちろん使えるし、この汁もねちょっと縁があるので、ちょっと縁があるだけなんですけど、汁も結構すくえるんですよ。で安心の耐熱性が220度っていうことで、改めてこんな安かったんだって驚いております。間違いなく名品ですね。IKEA には魔法瓶がいろいろあります。それで私今回初めて知ったんですけども、こちらの白色のこちらのタイプとこちらのグリーンのタイプがですね、中がガラス製なんですよ。大体のものってステンレス製じゃないですか、中が。でこのグリーンの方ですね、これガラス製だから味が変わらなくていいんですっていう風にコメントいただきました。なんか全然ガラス製って知らなかったんでびっくりしましたね。で結構持ってる方からもすごい保温性もいいですよっていうコメントもいただきました。そう朝入れたねあったかい飲み物が夕方でもまだあったかい飲み物が飲めるっていうのいいですよね。でびっくりなんですよね、この価格がこれかなりねロングセラー商品でもあるのでね、この価格ができるのかなと思いますけども、すごいですね IKEA。かなり大きいのでそれだけはちょっと注意が必要です。どちらもデザイン性もいいので出しっぱなしにしてても可愛いですよね。で隣のこの小さい地味な茶こしなんですけども、こちらもすごく推しの商品でして隠れた名品だと思います。こちらは1人分のリーフティーを手軽に飲める茶こしとなっています。2個セットで売っています。食洗機対応なのでお手入れも本当に楽です。このようにコップの縁に引っ掛けて使います。このマグカップも IKEA のガラスマグ大変愛用しています。可愛いですよね。この商品ここからがすごくってですね、このお茶が入りましたって時にここをひょいっと持ち上げて雫が垂れるじゃないですか。でこれをねひょいっと横に向けますと、なんと雫受けにもなっていると、素晴らしいアイデア商品ですよね。続きましてはこちらの商品です。金属フィルター3点セットです。ペーパーフィルターのように使い捨てではなく洗って何度でも使える金属製のフィルターとロートがセットになっています。私もちょうどこういうの欲しかったので買ってみました。ステンレススチール製で食洗機対応となっています。私ちょうどこの太めのねロートが欲しかったんですよね。金属フィルター使ったことある方ならわかると思うんですけども、やっぱちょっとねコーヒーの粉は落ちますよね、下に。飲み切らなければ大丈夫かなっていうふうに思ってます。はい。でコーヒーは入れないんですよ。私いつもこのカラフェに、これも IKEA のカラフェですけども、ナッツを入れ替えてるんですけども、こうすることでちょっとお腹が空いた時にお菓子を食べずにナッツを食べようっていう気になるからなんですよね。今このように私直接言ってますけども、結構これが難しいんですよ。案外うまくいきましたけども、ここでねちょっと太いロートがあればめちゃくちゃ楽なんじゃないかと思ってたんですよね。詰まりました。残念です。くるみは詰まるということが分かりました。ということでこれからもアクロバットに詰め替えようと思います。なんかいいアイディアないでしょうか。いや案外うまくいってるのも受けますよねこれあとアンケートでご回答をいただいたので多かったのがこちらのシャープな包丁研ぎ器です。結構多くの方からこれはご回答いただきましてびっくりしました。そんな君は人気だったのか。かなり軽くて安定感大丈夫かなと思いましたけど、手を添えて使うものなのでいいんでしょうね。あと毎回どんなアンケートの題目でも回答が集まるのがゴム手袋です。 IKEA で必ず買うもの何ですか、 IKEA でリピ買いするもの何ですかという質問でも、しかもね5人ぐらい大体ね回答くださるんですよ。やっぱりこの長さがしっかりあるっていうのと、サイズ展開があるっていう点と、適度に厚みがあって長持ちするっていう点が受けてるみたいですね。私はめっちゃ IKEA に行くからついでに買っとこうかっていう感じで買うんですけども、毎回こんな熱いファンがいるとはと驚かされる商品です。皆さんも IKEA 行かれましたらついでに買ってみてください。こちらもまあまあ隠れた名品ではないでしょうか。シェーカーです。シェーカーで食洗機対応ってあんまりないんですよね。でしかもお値段99円っていうとてもコスパいいです。最強です。
でパッキンとか何もついてないシンプルな構造なので、思いっきりね横とかに振ったらそれは漏れますよ。だけど縦にシャカシャカ振る分には問題ないです。これすごく便利な使い方がありまして、それはねホットケーキを作る時です。結構小さいお子さんがいらっしゃる方は特にホットケーキ作ること多いと思うんですけども、洗い物がね少なくて済むんですよ。ここで全部完結しますので。最初に牛乳を入れればメモリもついていますから計量カップもいりません。ホットケーキミックスは混ぜすぎない方がいいっていう風にねパッケージにも書かれてますので、私は結構もうダマダマのまんま焼いてます。続きましてはこちらのサービングトレイですね。 IKEA はサービングトレイいろんな種類が売っています。私の推しはこのタイプでして、こちらのいいところは使わないときは小スペースに畳んでしまうことができる点です。あとこのように板の後ろに下駄みたいになってまして、ちょっと横滑りしにくい工夫がされています。これに乗せると、結構ね何を置いてもとりあえず映えるっていう華やかになるっていうメリットがあります。この浅いグラス最近購入したものですけども、6個セットで6個も使わんわーってねぼやいてたんですけど、めちゃくちゃ使ってます。でこちらのサービングトレイほんといろんな使い方もできて、カトラリーとかふりかけなどをいっぺんに運ぶこともできますし、こんな風にディスプレイシェルフみたいな感じでも使えます。文房具を置いたりですとか、結構この棚板に奥行きがあるので結構いろいろ置くことができます。このアクセサリーを置いているのは IKEA のコルクのコースターです。トレイはもう一つアイデア商品だなと思うのがありまして、こちらなんですよ。取っ手がついたトレイなんです。これ何が便利かっていうと、片手で運べますので出前ができます。トレイを持ったままドアを開けたり階段をね上り下りしたりって結構難しいと思うんですけど、これがあると片手で運ぶことができます。次はキッチン用品から離れまして、こちらです。これも言われてみれば意識してなかったですけど、めっちゃ安いですよね。昔はねもちろんもっと安かったですけども、物価高になった今でもこの値段で買えるのはすごいなと思います。トイレブラシです。この値段で買える品質とは思えないですね。こちらもたくさんの方がご回答くださったのが畳める洗面ボールです。やっぱり思った以上に頑丈で良かったですっていうお声が多かったですね。そう、こういうのは結構他社にもあるんですけど、この頑丈さは本当 IKEA すごいなって思います。そこに洗濯板のような凹凸があるのでこすり洗いができます。結構コンパクトなので、私長期の旅行に持って行ったこともあります。とてもね便利です。サイズ違いでこんな大きいタイプもあります。サイズの加減伝わりますでしょうか。かなり大きいんですね。こちらバケツみたいなんですけども、バケツのような取っ手はありませんので、その点はご注意ください。この大きい方でうちの子は上靴を洗っています。このように洗面台に置くには結構ギリギリなサイズ感となっています。それはもうかなりしっかり頑丈なのがポイントですね。もう一つたくさんの方が挙げてくださいました。こちらのシューズ用のブラシです。私もめっちゃ愛用してるんですけど、あまりにも汚かったんで新しいのを買ってきました。ちょっとね見せれなかったんでね。もうこれこそ本当に地味だからそんなしょっちゅう紹介してなかったんですけども、すごくよくって、黄色い方がこの先端にスクレーパーみたいなのがついてて、石とかをね挟まったものを落とせるようになってます。あとブラシが2種類硬さが違うんですよ。で黄色い方がめちゃくちゃ硬いです。容赦のない硬さ。そしてすごくねヘッドが小さいですから上靴洗いにぴったりなんですよ。うちは子供がこれでずっと上靴を洗っています。緑の方はだいぶねソフトな感じです。普通なブラシです。で他にもたくさんご回答いただきまして、そちらはインスタグラムのハイライトっていう場所に残していますので、ぜひ見に来てください。すごく好評でして、スクショが止まりませんっていうねメッセージもたくさんいただきました。本当に嬉しいです。はい、ご回答くださった皆さんありがとうございました。他にもこれ地味だけどすごくおすすめです、名品ですよっていうのありましたら、今回の動画のコメント欄にぜひ残してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またすぐ次の動画でお会いしましょう。